こんにちは、ゆりです。北海道に引っ越して2ヶ月が経ちました。雪の下キャベツという名前の大きくて重たいキャベツをスーパーで何度か買ってみました。雪の下キャベツを使って恋人がおうちご飯をいろいろ作ってくれたのですが、とっても甘くて美味しくてびっくりしたんです。関東に住んでいた頃はこんなに甘いキャベツは食べたことがなかったし、雪の下キャベツという名前も初めて知ったので、どんなキャベツなのか私なりに調べてみることにしました。おうちご飯や日常の風景と一緒に調べたことをメモしていくような動画になっています。のんびり見ていただけたら嬉しいです。それではゆりのメモ、雪の下キャベツ、始まります。秋に収穫したキャベツを雪の中で保存するという雪国ならではの貯蔵方法が特徴の雪の下キャベツ。甘みがあり、シャキシャキした食感が特徴です。どうして雪の中で保存しても凍らないんだろうって思ったのですが、雪の中の温度が0度前後で湿度も程よいからだそうです。冷蔵庫の温度は0度から10度が一般的なので、雪の中でも冷蔵庫の中のような環境を保つことができるのだそうです。まさに天然の冷蔵庫。食べたキャベツがとっても甘かったので、この甘さの秘密は何なんだろうと思って調べたところ、0度前後の寒さの中でキャベツは凍ってしまうのを防ぐために自らの糖度を上げるということが分かりました。一般的なキャベツの糖度が6度くらいなのに対して、雪の下キャベツの糖度は10度前後。芯の周りは15度くらいになることもあるそうです。葉自体も固く引き締まっていて、温度と湿度が適度な水分を与えることから、鮮度抜群のみずみずしくてシャキシャキした食感のキャベツに仕上がるそうです。そんな雪の下キャベツは2度の収穫作業があることを知って驚きました。1度目は雪が降る直前、根からキャベツを切り離すために収穫します。キャベツは土につけてしまうと腐りが早くなってしまうので、シートを畑に広げて、その上に収穫したキャベツを並べるそうです。2度目は雪の下から掘り出して収穫します。つまり雪の下キャベツは同じキャベツを2度収穫することになるので、通常のキャベツよりも手間がかかっています。し
かも2度目の収穫は極寒の中で雪の下から掘り出さなければならないので、農家の皆さんがどれだけ大変な作業をされているのかを考えると想像を絶します。雪が2、30センチまでであれば手で掘り起こせるそうですが、50センチ以上になる場合は油圧シャベルを使って掘り出すそうです。雪の下から掘り出したキャベツは外気に触れるとどんどん凍ってしまいますが、しっかり生育したキャベツは芯が凍らずに表面の葉だけが凍るので、完全に凍ることはなく、ある程度表面が凍ってしまっても自然に解凍されて収穫できるそうです。雪の下キャベツは甘みが強いため、農家が一番おすすめする食べ方は千切りキャベツだそうです。千切りにカットしただけのシンプルな調理方法だからこそ素材の味が際立つのだとか。一般的なキャベツよりも糖度が高い雪の下キャベツは加熱することでさらに甘みが増すので、芯までトロトロに煮込むポトフも美味しそうです。雪の下キャベツの発祥の地は北海道の中央よりやや北に位置するワッサム町。盆地のため夏は30度、冬はマイナス30度と寒暖差が激しい地域です。1960年代、キャベツが豊作で市場価格が大暴落した際に出荷できなかったキャベツを畑に放置したことが始まりだそう。春になり雪が溶けた頃、畑には放置したキャベツが新鮮な状態で残っていて、食べると甘かったことから市場に出してみたところ、とてもいい値で取引されたそうです。それからワッサム町の農家が一致団結し、町の特産品にするために品種改良などを進めたそうです。約10年かけた末に越冬キャベツとして特許庁に商品登録され、現在はワッサム町のブランドキャベツとして町を挙げて PR しているそうです。そんなワッサム町の越冬キャベツ以外にも様々な地域で同様の貯蔵方法のキャベツは生産されていて、名称は雪の下キャベツ、雪下キャベツ、雪中キャベツなど様々。我が家では雪の下キャベツを使って他のお野菜と一緒にスープにして煮込んだり、クリームパスタに入れてみたり、餃子にしたりといろいろなおちご飯を楽しんでいます。キャベツ以外にも越冬野菜と呼ばれるものが積雪地帯で生産されていて、大根、人参、ごぼう、白菜、果物だとリンゴも美味しいそうです。ちょうど恵庭にある道の駅、道と川の駅、花ロード恵庭で、越冬野菜の人参を買ったので、どんな甘さで味なのか食べるのが楽しみです。関東に住んでいた頃は、食材の産地を気にすることなく食べていたので、北海道に引っ越したことをきっかけに興味の幅が広がったなぁと感じています。雪の下キャベツについて調べたことで、北海道の魅力をまた一つ知ることができました。これからも気になることはどんどん調べてメモしようと思います。次は何を調べようかな。
また北海道の魅力を一つ知れたらいいなと思います。それではおやすみなさい。